こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、またこの場所ですが、松葉杖で、前回動画にも説明してるんですけど、階段の上り下りを、ベッドを使ってちょっと危ない感じで撮影してしまったので、今回は実際の階段を使って説明したいなと思っております。松葉杖の階段に特化した動画になりますので、よろしければ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。機能訓練スクールというオンラインスクールもありますので、気になる方は、概要欄をチェックしてみてください。よろしくお願いします。では実際階段の方で撮影していきます。じゃあまずは、松葉杖のおさらいで高さの調整だけ先に説明しておきます。高さの調整はまずリュウセさんの足の小指から横に15センチ、縦に15センチぐらいのところにまず置きます。でこれで握ってもらうんですけど、握ってもらう時の握る位置ですね、ここは大天使に合わせます。大天使はこの大腿骨の骨が出っ張っているところですね。ここに高さを合わせていただきます。で脇はぴったりじゃなくて指2本もしくは3本23押し開けるところがいいかなと思います。でこの高さに合わせてあげると脇の神経も圧迫しないですし、手にもある程度力が入るので支えることができます。じゃあこれを階段実際登ってもらうんですけれども、今山田君赤いタオルを右のお膝に巻いてますけど、こっちが怪我している方、悪い方だと思ってください。この状態で、右はもう完全面下、足を浮かせて体重をつけてはダメですよ、体重をかけてはダメですよっていう状態で説明しますね。じゃあこの状態で階段登っていただきましょうか。まずは杖は必ず下と覚えてください。登る時も下る時も。なので登る時も杖は必ず下に置いた状態で左足ですね、怪我してない方をゆっくりと登ってください。この時にたまに見かけるのがジャンプする人、ピョンってジャンプしちゃう人いてるんですね。こんな感じでジャンプした勢いでもし引っかかってしまったらもう転倒するしかないので、できたらまずは手にしっかりゆっくり体重を乗せて右足左足が浮いたら乗せるといったイメージでやっていきます。でこの調子でじゃあ登っていきましょう。杖を置いてゆっくり登って、杖を置いて手に体重乗せてからゆっくりと登っていただく。じゃあ一番上まで行きましょうか。そういい感じですね。で階段結構リスクありますので、練習する際は本当に最初は下の方だけでやってくださいね。こんな上まで登っちゃうともし転倒した際危ないです。じゃあここから今度下り、ちょっと今見えませんけれども、もうちょっと降りましょうか。じゃあ真ん中ぐらいから説明します。で下りで注意してほしいのは、さっきも言いましたけど杖は必ず下で、杖を下ろす時もなんですけど、悪い方の足も一緒に前に出してください。当然足はつけない状態で、じゃないと、膝を曲げて後ろに曲げてる状態で先に左足を下ろしちゃうと、悪い方の足が後ろの段に引っかかってしまったりするんですね。ちょっと見えにくいかな。もうちょっと下で後で説明します。なのでもう一回じゃあ下を降りましょう。悪い方の足は必ず前に出してあげる。でこの状態であとは手に体重が乗ってきたらゆっくり左足を下ろすですね。あとはこの連続です。じゃあ杖を下ろして足を前に出しながらゆっくり、そうですね。でさっき言いましたけど、悪い例は左足を曲げた状態で、後ろに曲げた状態で先に杖を下ろしてゆっくり左足を下ろすと、段差に悪い方の足が引っかかってしまって、もちろん痛めてる足なのでより痛めてしまったり、そのまま引っかかったら転倒転落っていうリスクがありますので、必ず前に出した状態でゆっくり下ろしていただくっていうことを忘れないようにしてください。でこれを解除するんですが、解除って言っても松葉杖の解除って難しいので、ある程度ご自身でまず平地で練習したり1段2段練習してできるようになったら、じゃあ階段実際登ってみましょうねっていう練習になってくると思うんですけど、階段の基本的な解除と一緒で後ろから解除です。後ろから解除します。後ろからついてあげるって感じですね。でもし引っかかってこけそうになった時にバッと助けれるかどうかですね。
なので体はできるだけ近くに遠くないようにしてください。でちょっと見にくいですけどちょっと登ってみますね。はい、じゃあお願いします。はい、こう登っていきながら、僕やったらちょっとどっちの肩でもいいので肩に手を回しておきます。こんな感じで、そうすると前につんのめってもぐっと支えれます。はい、で一緒に一段ずつ登っていくって感じですけど、はい、そうですね。できたら介助者は足をね揃えないようにしてください。もし揃えた時に後ろ来たらこのまま倒れるしかないので、できたら揃えずに構えておくと後ろにもし倒れてきてもぐっと支えることができますので、揃えないようにだけしてください。はい、じゃあもう一段だけ登りましょうか。はい、こんな感じですね。はい、で利用者さんが登る前に一段乗せておくって感じです。じゃあ最後下りですね。下りの際も、今と一緒ですね。介助者は必ず段の下にいるって感じで足を揃えない、足を揃えている状態でもし落ちてきたら本当にこのまま倒れるしかないので、必ず段は一段ずらして構えておきます。はい、この状態で利用者さんのこの悪い方の足ですね、怪我している方の足が介助者に当たらないように、ちょっと半身ずらしたりしながら、で僕ならこの前の肩をある程度ちょっと支えながら降りてきてもらいます。はい、そうですね。できれば手すりも持っておく。はい、そしたら何かあった時にぐっと踏ん張りが効きます。はい、で最後もね、できたら足を広げて横に構えておくと落ちてきた際もぐっと踏ん張りが効きます。これ真正面でやっちゃうとこのまま倒れてしまうので、はい、っていう感じですね。はい、じゃあお聞きください。っていうような介助というか、見守りに近い介助ですけど、っていうような練習をしていただくのが、理想かなと思います。で今のが、全面下、足を全然つけてはダメですよって感じなんですけど、これが徐々に怪我が治ってくると一部面下ですね、部分荷重ということになってくるんですが、そうなった時は杖と一緒に悪い方をつけてあげるって感じですね。それだけじゃあちょっと一人でやってみてもらっていいですか。部分面下なのでこの時点で多少右足はつけといていいので、左足いい方先登る、で杖と悪い方を一緒につく、でいい方を上に登る、で悪い方と杖を一緒につくって感じですね。で反対もそうですね。下りも一緒で杖と悪い方を一緒に先下の台に下ろして、でゆっくりいい方を押す。はい、こうすることで悪い方に本来かかるべき荷重を杖で分散することができますので、ここのね怪我してるところの負荷は減ってくるのかなと思います。ということで今日は、松葉杖の階段ですね、階段昇降について説明させていただきました。普通の使い方、平地の使い方は前回、しっかり説明させてもらってますので、そちらの動画をチェックしてみてください。では山田君、ワンポイントアドバイスお願いします。はい、松葉杖もそうなんですけども、結構つく順番をね覚えにくいんでしょうかね。覚えれてない方がすごく多いので、その順番を間違えると非常に危ないので、介助される方はその順番をアシストする、声かけするだけでも全然違うので、そこをちょっとワンポイントアドバイスとしてお伝えします。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を紹介していきますので、チャンネル登録応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。